皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チーブックの方よろしくお願いします。では今回のテーマはですね、相手の回転がわからない時の対処法についてやりたいかなと思います。実際私自身は出張サポートの方、グッチーのシステム強化練習35戦の方のサポートを約3年間やらさせてもらっているんですが、やはり全国各地回ってて一番悩みで多いのがレシーブですね。で、今回やる内容は、講習会で必ず毎回やらさせていただいている内容なんですが、相手のサーブが分からなくてレシーブが入らなくて試合にならないっていう方がやっぱり多いです。で、実際試合で負けるときに一番多いのは相手のサーブが分からなくて負けてしまうっていうのが敗因で一番多いです。で、それは実際中学校から卓球やった子たちでもやっぱりこうやってみんな経験ありますかって言ってあげるとみんな手を挙げるんで、ほとんどの方経験されている。で、実際私も今試合でやっぱり大体負けてしまう時のもう7割ぐらいの理由が相手のサーブが分からなくて、結局それで相手に打たせてしまって負けてしまう。結局はサーブが分からないからレシーブで中途半端になって負けてしまうっていう展開が私も実際多いです。で、どうしたら相手のサーブをしっかりレシーブで返せるようになるのか、そういう必殺技みたいなのは私自身に昔からありまして、それを今回やりたいなと思います。で、相手のサーブが分からないっていう時どうしたらいいかって言いますと、やっぱり部内でやってる子たち同士だと相手のサーブの回転とかも慣れてくるために次レシーブでつっつきとか払いとかなんともなく普通に返せるようになってくるんですが、やっぱり試合中は初対戦っていうことが多いのと緊張している。で、相手の情報はない。で、相手が強かった場合はもっとサーブがうまいっていう状態を仮定すると、やっぱり判断するまでにだいぶ時間がかかります。1セット目2セット目まではきっちりレシーブができない。そうなるとやっぱ不利ですよね。なのでどうやったらレシーブができるかっていうと、で実際どうしたらいいかと言いますと、相手のサーブの回転を潰して自分の回転にかけ直すというレシーブをやってみると、どういうサーブ回転が分からなくても返せるようになります。相手の回転を潰すっていうのは一体どういうことかと言いますと、まず基本相手のサーブが分からない時っていうのは心理的な状態としては合わせに行く感じが多いですよね。私自身も相手のサーブ分からないなと思って慎重に返す。そうすると例えば相手のサーブの回転ちょっと上回転がかかっているとします。そうするとこうそーっと合わせに行くとちょっとした上回転であってもボールがドンと上がってしまいます。これだと相手の思うツボになって3球目がすごい打ちやすくなってしまったり、サーブ自体で得点をどんどん与えてしまうので、レシーブでどんどん自分が弱気になってしまう。そうするともう悪循環で全然勝ち目がないっていう形になってしまうんで、そういうふうに慎重に行く時は一番ダメです。なのでサーブの回転が分からないってもう自分の中で分かったらもう割り切って相手の回転が分からないっていうのは頭の中で意識していただいて、それで切る、つっつきで思いっきり切ってください。これで相手の回転を潰しにかかれます。例えばその回転が強い横回転がかかっていても、それを自分で強い下回転にガッてやることで相手の回転を上書きするような感じでやるとちゃんと返球できます。これが面白いところですね。私自身も実際気づいた時にこれ結構面白いなっていう技術で、意外とこういう技術って初心者中級者にすごい使えるんじゃないかなと思って今回紹介してるんですけど、切るつつき、そうすると相手の例えばちょっと上回転がかかっててもそうと合わせにいくと上にパーンっていきますけど、上がかかっててもしっかりインパクトすれば相手の回転を潰す、そして上書きするような感じでかける。そうするとこうやって厳しく返ります。しかもこれ相手の回転がわからない時は思いっきり切るっていうこの考えをやるといいメリットがあります。これすっごい大事なんですけど、こうやって切ると相手はどうなると思いますか？相手の分かりにくいサーブって基本回転量がやっぱり多かったりとか横が強かったりとかするんで、それで思いっきり切ってやる。そうすると相手の回転も返ってくんで強烈なつっつきになって返ってきますよね。そうすると相手は横上出したのに思いっきりつっつき切られて、ロング横上出して
回り込んで待ってる相手がつっつき強烈にされて、うわちょっと嫌だなっていうミスをすると、相手はそのサーブやらなくなるっていう効果があります。これは一石二鳥のレシーブですね。自分は相手のサーブ分からないけど、とりあえず思いっきり切っといた。そうすると相手の得意なサーブを、思いっきり自信をなくさせる、相手の自信をなくさせて、でその分からないサーブをやってこなくなるっていうメリットがあります。実際私もこの試合、これはよくやりますね。経験ありますね。自分どうしてもサーブが分からない、どうしような、でもとりあえず思いっきり切る。そうすると相手が横上出したのに思いっきり下に来る。相手は嫌がってます。上回転を下回転に切られるっていうのは相当嫌がる傾向があるんですけど、そうすると今度は普通の下回転系の横回転系のサーブにして変えてきました。そうするとその回転は自分はよくボールが見えてたんで、難しくないサーブが来るってことで、あれ気づいたら回転の分からないサーブを相手出してこなくなったっていうことで、常に自分の相手のサーブが分かる状態のサーブしか出してこないっていうメリットがあって、それでもうレシーブミスがどんどん少なくなって、自分のプレーがラリーができるっていう形で自分の調子が一気に出せたっていうのがもう何回も毎週のようにそういう試合をやっています。なのでこのサーブが相手のサーブ分からない時に回転を上書きするような思いっきり切るつつきっていうのは非常に重要です。ではちょっと話長くなってしまったんですが、このポイントどうやったら覚えれるかっていうのをやりたいと思います。ポイントは2つです。簡単です。まず最初にやっぱり今言ったんですけど、切るつつきを覚えてください。でこの切るつつきは以前私が知恵袋の方でバックの方でバックつつきを切るコツっていうのをやってもいるんで、その切るやり方をちょっとやっていただくと、バックのつつきが切りやすいかなと思います。でそれができるよう切る練習ひたすら、多球練習でもつつきのこのバックだけでフォアだけでやっていただくっていう、それで切れるように頑張ってください。で2つ目のポイントなんですけど、2つ目は相手にわざといろんなサーブ出してもらってください。横回転、上回転、ナックル系のサーブ、ロング系のサーブ、いろいろ出していただいて、でそれを全部つっつきで切るっていうので返球するということをやってみてください。でそうすると上回転でも下回転に返せる、横上回転でも下回転に返せる、横回転も下回転に返せるっていうふうになるんで、練習すれば。なので相手はサーブ練習をお願いすればいい形ですね。相手にサーブ練習をお願いして、自分はその時ちょっとレシーブでつつき切るのやりたいんだけどって言えば、お互いの練習になるので、嫌がることはないかなと思います。だからどんどんそういうふうにやって、いろんなサーブをつつきで返球する、相手の回転を消して上書きするようなイメージでガッガッて切るっていう練習方法をやれば、これ今の2つの手順がやるだけで簡単に相手のサーブが分からなくても自分の試合になれる。せっかく普段よくラリー練習とかよくやる3球目の攻撃、ラリーブロック練習とかやってると思うんですけど、やっぱりそれを生かすためにもやっぱりレシーブがまず入らないと、やっぱ試合中ラリーする前に負けたって一番皆さん辛いですよね。実は私もラリーの練習いっぱいして、フットワークの練習、切り返しの練習っていっぱいやってるのに、レシーブで崩されて全然試合できなかったよっていうのが、それが一番悔しい負け方で、勝ちに行きたいっていう形なので、もうレシーブでがっつり切って、分からない時はとにかく切る、つつき切るっていうのをもう固定概念で入れていただくと、ラリーになります。で相手の嫌なサーブを、自分が分からないサーブを相手が出してこなくなる、厳しいレシーブが返ってくるっていうのは嫌がって、自分の分かるサーブしか出してこなくなるっていう一石二鳥のレシーブ練習ですね。もうこれは出張サポートでも必ず皆さんにも言ってることなので、ぜひ皆さんこれ簡単なんで取り入れてみてください。手順の1つ目はまず切るつつきを覚えます。じゃあバックに普通にお願いします。で今バックもやってるんですが、もちろんこれフォアの方もやります。じゃあフォアでお願いします。じゃあこれができるようになったら次は手順2ですね。
いろんな回転の差を出してもらって、全部つっつきで返球するっていうことをやります。じゃあちょっといろいろ回転、横上とか下とかお願いします。でこの時に横上出してもらってもいいですか。横上出してもらってそれを合わせるとこうやってミスしてしまうので、この時に上書きするような相手の回転を潰して自分の回転を思いっきりかけるような意識で書き返してください。